中高年社員の生かし方、年下のマネージャーとしてどう接するかということで、今回は情報提供させていただければと思いますね。組織の作り方というかですね、以前であればですね、上司イコール年上で、経験も長くてね、基本的には上司から部下へ、仕事を教えていくというタイプの組織が非常に多かったんですけども、昨今のこの世の中の流れの中でですね、年下のマネージャーというのがどんどん増えてきていますということですね。場合によってはですね、これまで自分の上司だった方がですね、定年を迎えてで再雇用ということで職場に残られて、その結果として、自分のですね上司がいきなり部下になっちゃったというようなことももう普通に起きるような時代になってきてますね。とはいえですね、この年上の部下の方をですね、放置するわけにもいきませんのでね、組織ですのでね、やっぱり結果を出し続けていかなければいけませんのでね、そんな中ですね、じゃあ年上の部下の方ね、中高年の社員の方をどう生かしていけばいいのか、ちょっとそんなところをですね考えるヒントということで、今回は情報提供させていただければというふうに思いますね。一般的に経営資源っていうのは人物金というふうに言われますけども、その中でも一番重要なリソースというのはやっぱり人なんですよね。ですから年上の社員の方もですね、やっぱり組織の有効なリソースとして、フル活用できる道をやっぱり探っていかなきゃいけないですねということですね。特に、昨今ですね、人生100年時代というふうにも言われていますね。60歳定年だとすると、再雇用で現状だと65歳までという会社さんが多いかと思うんですけども、これはゆくゆく本当にもう近い将来ですね、60歳から65歳あるいは65歳から70歳という形でですね、おそらく定年については伸びていく可能性が非常に高いですね。ということはですね、例えば60歳65歳であるとしても人生100年時代で考えるならばですね、その方のキャリアっていうのは実はまだまだ先がですね長いんですと、いうことなんですね。そういうことをですね、やっぱりマネージャーも、部下もですね、お互いにやっぱ認識をしておく必要っていうのはすごくあろうかなというふうに思いますね。でそんな中でですね、組織の中で、中高年社員の方に、活躍をしてもらう、さらなる活躍をしてもらうための、ポイントなんですけどもね、これ面談の時のポイントですね。その方のねこれまでの貢献をきちんとね、認めていきましょうよということですね。で今後の意向を聞き取っていきましょうとね、いうことなんですね。例えば個人面談をするときにですね、今まで本当にね会社に貢献していただいてどうもありがとうございますとね、誰々さんのねちょっと今後についてのご意向をねお聞かせ願えないでしょうかということで、キーワードはやっぱりここでは聞くということですね。おそらく仮説としては2つ選択肢があるかなというふうに思うんですけども、一つはですね、これまでの延長線上でプロフェッショナルとして、仕事をしていくというのが一つかなということですね。それから2つ目はこれまでのことは一旦置いておいて、新しいことにチャレンジをする、おそらくこの2つかなというところでしょうかね。あるいはこのプロフェッショナルとして今の延長線上で仕事をしていくという意味合いで言うと、後進の方々がいるわけですから、そういった方に教えるっていう役割も一つあるかもしれないですけどもね、これは本当にそれぞれ人によって考え方違いますので、上司の立場でですね押し付けるということではなくてね、きちんとまず聞き取るというところでしょうかね。これが一つ目のステップ。それから2つ目ね、今後の方向性を整えていきましょうということで、これもいくつかありますね。まずは会社としてねその方に、期待をしていることを具体的に伝えると、こういうことを期待をしてますということを伝えると。で会社からの期待というふうに言ってますけども、直接的に言うとねマネージャーとしての私、ね、の期待を伝えるということですね。それから2つ目、目標をきちんと握りましょうよと
いうことですね。やっぱりこうね、どうしてもこう私がこう見ている会社さんだとですね、やっぱり年配の方っていうのはなかなかこう年下のマネージャーの方からすると、正直ちょっと扱いづらいというところも多分あろうかと思うんですけども、ある意味ちょっと放置をしているようなところもありますんでね、そうではなくってやっぱりお互いに目標をきちんと握ってやっていきましょうよということですね。はい、それからこれが本当にねちっちゃいけど重要なことなんですけども、やっぱり日頃のコミュニケーションではその方のことを承認をしながら日々の感謝の言葉ね、これを忘れないというところですね。これは別に年配の方年下の方全然関係ないですけどね、やっぱり職場を活性化していくためにはやっぱり日頃のコミュニケーションというのはとてもこれ重要なポイントになりますね。オンラインであろうが決して変わりはないということですね。ですからそういったところでですね、なかなかこう年上の方にはちょっとね躊躇するようなところもあるとは思うんですが、マネージャーとしては組織をまとめて結果を出していくということが役割として期待をされてますのでね、ぜひ方向性を一つにしてですね、このなかなか厳しい世の中ですけどもね、頑張っていっていただければというふうに思いますね。はい、以上、中高年社員の生かし方、年下マネージャーとしてどう接するかということで情報提供をさせていただきました。